皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、トランプ大統領の経済政策がいよいよ日本にも大きな悪影響を及ぼそうとしています。株式市場で今、トランプ不況といった言葉が注目され始めました。トランプ大統領の外交政策が従来の国際秩序を破壊し、ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席にとって好ましい状況を生み出してしまっています。そうした外交政策と一緒に行われている経済政策が関税政策です。関税政策は海外で物を作ってアメリカへと送り込むといった形ではなく、アメリカで必要なものはアメリカで生産しなさいと各国の企業に求めるものです。しかし、すぐにでもアメリカ国内で物を作ることはできませんし、アメリカで物を作ればその分だけより高い人件費で物を作らなければならなくなり、物価高を促進することとなります。切り替えには多額の経済的なコストが負担となり、アメリカ経済にとってはかなりの足かせになる危険性があります。これはまだ現実に起こってはいないことですが、少なくとも株式市場においては、これから重くのしかかってくるトランプ大統領の関税政策に警戒感が強まっています。日米で大幅株安、トランプ不況、アメリカ政権への期待が一点懸念に、トランプ大統領の発言を引き金に日米で大幅な株安が進んだ。アメリカニューヨーク株式市場で主要企業で作るダウ工業株平均が今年最大の下げ幅を記録。東京市場でも日経平均株価が一時1000円を超える値下げを記録した。高関税政策の乱発に市場ではトランプセッション、トランプ不況という言葉も出ている。ダウの終値は前週末より 2% 弱安く 41,917.71 ドルだった。これはアメリカ大統領選の投開票日前日にあたる昨年11月4日以来約4ヶ月ぶりの安値となった。景気に敏感な金融機関や IT 大手の下落が目立った。きっかけはトランプ氏の発言。FOX ニュースのインタビューで高関税政策や景気後退について問われ、非常に大きなことをやっているので、移行期間がある。アメリカに富を取り戻そうとしている。少し時間はかかるが、素晴らしいものになるなどと語った。トランプ氏の大統領就任前、その政策をめぐって、市場では期待感の方が強かった。法人減税や金融分野などでの規制緩和への期待から、昨年12月にダウは史上初めて45,000ドルを突破。投開票日から1ヶ月で3,000ドル近くと急ピッチで上昇した。当時もトランプ氏は高関税政策をたびたび口にしていた。だが、市場では関税はディール、取引の手段とみなされ、実際には発動されないとの見方が多かった。ところが今年1月の就任後、トランプ氏は高関税政策を乱発している。カナダとメキシコには 25% 関税を課すと宣言し、発動直前での延期や発動直後に猶予するなど、先の読みにくい展開が続く。中国へは実際に追加関税を発動した。4月2日にはより広範な相互関税の発動も迫る。本格的に導入されれば、各国は報復関税に乗り出すことが予想され、貿易摩擦が強まることは必至だ。経済指標でも高関税政策を背景にインフレ再燃への懸念が高まり、個人や企業の景況感も市場予想を下回るものが増えた。企業経営者からは先の読めない不確実性や高関税が発動された場合の業績への悪影響を懸念する声が相次ぐ。証券アナリストは相次いで経済成長率の予想を引き下げている。こちらはアメリカの主な株式指標の一つである S&P500 の動向。第一次政権の時は水色、そして第二次政権の現在は黄色の線で示されています。第一次政権の時はなんだかんだ言ってトランプ政権ではS&P500 は右肩上がりでした。しかし、今回 S&P500 は急落しているとも言えるような状態で、第一次政権とは全く異なる展開を見せています。第一次政権の時にもトランプ大統領は関税政策を用いました。しかし、決定的な違いというものがあります。それは、第二次政権である現在における関税政策、対象として多くの友好国を巻き込んでいます。そもそも北米地域における自由貿易協定があったにもかかわらず、これを一旦無視する形で、このままであればメキシコ、カナダとの間における貿易戦争は勃発するのが避けられないかもしれないような状態で、少なくともカナダにおいては、はっきりとトランプ大統領の高い関税は全く根拠のない不当な攻撃だとして抵抗する意思を示しています。またそれだけではなく、世界
界中に対する関税なども後半にかける予定で、そこには日本も含まれてきます。しかもトランプ大統領は高い関税をかけるのはアメリカにたかっている国々に対して懲罰的にかけるものであり、他の国々がより高いお金をアメリカに対して支払うのだというような説明をアメリカ国内向けには行っています。しかし、関税に対する見解としては全く間違った説明です。関税をかけることによって高い値段を強いられるのはアメリカの国民です。値段が高くなるから競争力を失って、それだったらアメリカ国内で作ればいいよねというようなことを促すことができます。しかし、関税をかけられた国は、その報復としてアメリカに対しても関税をかけますし、そもそもアメリカで作るのに割に合わない商品などはたくさんあります。そもそもアメリカは世界でも有数の賃金の高い国であり、高い賃金で物を作れば当然最終製品もより高い値段となり、結局アメリカ国民がより高い値段で物を、サービスを買わなければならなくなるわけです。これは物価高の進行に伴って生活苦がをもたらし、それが政府に対する支持率の低下を招くといった図式となります。トランプ大統領は関税をかけることによってアメリカ国内により多くの製造業が戻り、それによって多くの見捨てられた労働者たちを吸収するといったことを述べています。しかしそれは非常に長い時間のかかる話であり、今年1年で何とかしようとしてもとても間に合うものではありません。トランプ大統領はこのインフレ進行に対しては国内では大規模な減税政策を打つことによって緩和できるとしています。それがうまくいくかどうか疑わしいと見ているのが今の株式市場だというわけです。高い関税をかけると強く友好国に当たって相手に要求を飲ませようとする行為、こういったものが繰り返し行われることによって企業は活動を停滞させてしまいます。どうなるかわからないのであるならば、いっそのこと今は全く動かず、行く末を見守った方が良いという話になってしまいがちです。しかし、そうした姿勢は、企業業績においても大きく伸びることもなく、先行きが明るくないわけですから、じゃあ一旦様子見で売っておこうかといった話になりやすいものです。トランプ大統領の友好国をないがしろにする外交政策が、そのまま経済政策へと移行して、トランプ不況を招く可能性は私は十分あると思っています。さて、続いてウクライナ情勢を見ておきましょう。アメリカとウクライナの代表団協議始まる。関係修復と支援再開が焦点。ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、アメリカとウクライナの外相ら代表団による協議がサウジアラビアで始まった。2月末の首脳会談決裂で大きくひびが入った両国関係を修復させ、アメリカの軍事支援や停戦をめぐる首脳間協議の再開につなげられるかが焦点となる。アメリカ側はルビオ国務長官やウォルツ大統領補佐官、ウクライナ側はイエルマーク大統領府長官、シビハ外相、ウメロウ国防相が参加。イエルマーク氏はアメリカ代表団との会談は非常に建設的な形で始まった。我々は公正かつ永続的な平和をもたらすために努力していると記した。ルビオ氏はサウジアラビアに向かう機内で記者団にウクライナ側の立場を理解し、どのような譲歩をする意思があるのか大まかに把握する必要がある。ロシアとウクライナの双方が譲歩しなければこの戦争を終わらせることはできないと語った。首脳会談の決裂で署名が見送られたウクライナの希少資源をめぐる協定は今回の主要議題ではないという認識も示した。相変わらずアメリカの高官は双方に譲歩を求めると言いつつも、ロシア側には何一つ停戦協議の場で譲歩を求めないということを行っています。ウクライナに対しては軍事支援も停止したし、情報支援についても大半が今でも凍結されたままです。このあたり、トランプ政権のロシア寄りの言動は非常に強固に続いています。また、ちょっとした話ではあるものの、政権の主要人物であるイーロン・マスク氏関連で、突っ込みどころのある話も出ています。つい先日、SNSX において大規模なシステム障害が発生しました。この犯人として、親パレスチナのハッカー集団、ダークストームが犯行声明を出しました。ダークストームは大量のデータを送りつけてサーバーに負荷をかける DDoS 攻撃を仕掛け X をオフラインにしたなどとテレグラムで明らかにした。ダークストームは2023年に結成された。ハマスによる奇襲攻撃に対しイスラエルがガザ地区を攻撃したことからイスラエルやイスラエルを支持する国、団体を標的にする親パレスチナの集団とされる。2024年には NATO を脅迫、ジョン・ F ・ケネディ空港への DDoS 攻撃の声明を出している。
親ロシアのハッカー集団との連携を指摘する声もある。X のシステム障害をめぐっては、所有者の実業家イーロン・マスク氏がウクライナ地域を発信源とする IP アドレスから大規模なサイバー攻撃があったと主張している。サイバー攻撃においては、攻撃者が身元を隠すことが多いため、どこからの攻撃かを辿っていったとしても、本人たちにたどり着かないことはよくあることです。DDoS 攻撃を行う際に使われたコンピュータ機器などが、例えばコンピュータウイルスなどによってハッキングされた結果、全く所有者とは関係なく、どこかの国に対しての攻撃に用いられることもあるわけです。イーロン・マスク氏はウクライナ地域からの発信源だとはしていますが、結局のところ攻撃者が名乗り出たがために、あくまでもウクライナ地域の端末が攻撃の足がかりに使われただけに過ぎなかったという話です。しかしここ最近のイーロン・マスク氏はとにかくウクライナに対しての侮辱発言なども続いており、ちょっと思い込みで犯人扱いしたのではないかという気もします。続いて戦争研究所の発表している戦況状況から、ロシア領クルスク州での戦い、ウクライナ軍の苦戦が伝えられています。特に現地司令部が置かれていたスジャの町においてもロシア軍兵士たちの姿が見られるようになり、ウクライナ軍の後退はかなり進んだようです。ただ、一時期伝えられていたようなクルスク州におけるウクライナ軍がすっぽりと包囲される危険性といったものについては、ちょっと過度な心配だったかもしれません。今のところ、撤退路についてはある程度確保することができたといったような話が出ています。ただ、アメリカからの軍事支援が途絶えた状態であることは変わらないわけで、ロシア軍はここぞとばかりに攻勢を続けています。一方、東部戦線においてはウクライナ軍、ロシア軍の攻勢を食い止め、今はロシア軍の弱い陣地を奪い返すといったことを各地で行っています。これには2024年におけるウクライナ軍の反省点が生かされているところがあります。2024年ウクライナ軍では新しい旅団や新しい部隊の編成を進めるといったことを行っていました。これは新兵を一斉に訓練することによって兵士たちの絆を持たせて部隊としての一体感を持たそうというような考え方がありました。しかし、それに伴って従来戦っている部隊において負傷者が出た時も補充兵が間に合わず部隊全体の戦闘力が下がるといった問題が発生していました。しかも新しい部隊を作ったけれどもその部隊には古参兵がいないがためにロシア軍の攻撃に非常に脆弱な部隊が出来上がってしまうといった問題がありました。部隊に欠員が出ているところに対してまずは補充兵を入れていくといった方針へ転換、また東部戦線、現地の司令官を交代させとっていったことも今はプラスに働いている可能性があります。トランプ政権の政策はウクライナ情勢だけではなく同盟諸国全体の連帯に亀裂を入れてしまいました。しかも経済政策においてもそれが同様で、今のような状況が進むことは中国にとっては非常に良い環境づくりとなってしまいます。しかし、トランプ大統領がそうなっても構わないというような北米ブロック経済圏といったものを守れさえすれば、それでアメリカの栄光が取り戻せると考えているのであれば、残念ながらその新しい秩序に向かって国際情勢は動いていくこととなります。安全保障や経済環境、様々な激動の時代へと入っていることは明らかであり、日本の政治は国内政治のことものすごく大事なんですが、同時に世界から受ける影響といったことも十分考えて政策を打っていってほしいものです。というわけで、今回のお話はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこれを機会にチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。